こんにちは。今日はね、補修剤やっていきたいと思います。前回倒したイエロースライムの肉に生ゴムを混ぜると作れる補修剤。こいつでこの島にたどり着くまでの長旅でいくらか損傷してる船を修理したいって言ってもね、生ゴムさえあればすぐ作れるんだけど、困ったことにこの辺ゴムの木が生えてないんだよねでも大丈夫。船に生ゴムとゴムの実を積んできてるし、難度 C のバグも治ったので、それを使えば問題ないですね。ということで行ってみましょう。来るときは普通に歩いてきたんだけど、ここの要塞を攻略したついでにドローンスポナーも制圧してたので、このドローンを組み合わせた乗り物で行ってみましょうか。で、来るときはその辺の浅瀬を歩いてきたんだけど、なんで遠回りしてるのかというと、ドローンは水に触れるとぶっ壊れるんだよねどのみちスライムの肉も拾う必要があったので、よし、あとは船まで。ちなみに補修剤の原料にできるのは焼いてない肉じゃないとダメみたいです。で、このドローンの乗り物は移動の高速化を目的にしてたんだけど、人間を動かすにはちょっと力不足だったかな。まあほんの少しは速くなってるのと、浮く力で普通だったら登れなそうな急な坂を登れたりするので、ないよりマシくらいの性能ですね。どのみち船まではそんなに離れてないので、このまま進んでいくと、よし、このドローンは手を離すとどっかに飛んでっちゃうので、適当なもので固定しといて。生ゴムはどこに置いたっけ？あったあった。で、これとさっき持ってきたイエロースライムの肉をくっつけると、補修剤ができました。肉が少し余りましたね。よし、早速使ってみましょう。大きなダメージはないはずなんだけど、この部分が少しダメージを受けてますね。ちゃんと修理できるかな？なるほど。くっつけた箇所だけじゃなくって、その物体にくっついてる他の部品もまとめて修理できるみたいですね。ダメージそんなにないと思ってたんだけど、もともと旧一番艦から流用した部品もあったし、私が気づかないうちに浅瀬で石とかにぶつかってたんじゃないかな。まあ多分ほとんどのダメージは修理できたと思うんだけど、補修剤がなくなっちゃったので、もしかしたら足りなかったかもですね。スライムの肉はまだいっぱいあるので、あとは船からゴムの実を持って行ってゴムの木を育てるつもりだったんだけど、よく考えたらバグも治ったので、船を安心して動かせますね。となれば海底から引き上げた金を詰め込みます。結構重たいんだけど、ドローンの力を借りればなんとか持ち上がるはず。
よし、ドローンの力は移動にも使えるし、持ち上げるのにも使えるし、あとこの船の発電はドローンを使ってるし、力はそんなにないんだけど、無限のエネルギーで動いてるのでいろいろ応用できますね。とはいえしばらく船のそばにいなかったので充電はあんまり進んでないか。この辺の蓄電用電池の入出力もうまい仕組みを作ろうとは思ってるんだけど、今は手動でなんとかするとして、よし、動力用の電池が充電できました。これでさっきの場所まで移動しましょう。さっきの場所って呼び方だとあれなので、なんか名前をつけときたいんだけど、基地って呼ぶにはボロボロだし、適当に荷物置き場にしてるだけなので、格納庫とでも呼びましょうか。よし、格納庫が見えてきましたが、ちょうど電池切れですねさっきドローンの便利さを説明したんだけど、ドローンは地面から3メートル以内でしか稼働しないので、ちょっと地面から離れると無力化しますね。この高さだとギリギリアウトくらいかな。最悪ここで停泊させてもいいんだけど、ちょうど風も吹いてることだし、ギリギリセーフの場所まで流されればよし。あとはこの辺でゴムの木が育てばいいんだけど、あの辺の地面の色だと育ちやすいんだよね。ちょっと歩くけど探し回るより早いかな。植物は環境によって育ったり育たなかったりするんだけど、こうやって育つ環境を選んでやるとちゃんと育っていきます。成長が止まりましたね。たまにこういうことがあるみたいなんだけど、ゴムの実はまだいっぱいあるので、その辺に植えとけばどれか1本くらいは育つんじゃないかな。持ってる数がシビアな時は植える前にセーブしとくと安心です。よし、ちゃんと育ったし、運よく実がなる木も生えたので、ついでにその辺に増やしときます。まあ今回はこれだけあれば十分でしょ。こいつを格納庫に持ち帰って山の上に散らかしてたスライムの肉もいくつか持ってきときましょうかね。さっきと同じようにこの2つをくっつけると、よし、このくらいの補修材があれば船を完全に修理できるかな。予備のプロペラが修理されましたね。ちょっと視界に入らなかったので他にも修理箇所があったかもしれないんだけど、他は大したことはなかったみたいです。残った補修材はまた使いそうなので船に積んどきましょうかね。ということで補修材で船の修理をすることができました。この船は機関部分以外は取り替え前提の構成だったとはいえ、その代わり機関部分が破損した時はほぼ作り直しくらいの手間がかかる想定だったんだけど、補修材が実装されたことって思ってたよりも
長く使えそうですね。で、補修剤に関しては実は裏技スレスレの技があって、生きたままのイエロースライムでも補修剤を作ることができるんだよね。ポイントとしては、イエロースライムが食べきれない大きさの生ゴムを用意する必要があるんだけど、この方法で作ると動く補修剤が作れるので、何か面白いことができそうではありますね。これはバグではあるみたいなんだけど、創造神が意図的に今回修正しなかったみたいで、いずれ直すようなツイートではあったんだけど、今なら創造神公認の裏技みたいな感じですね。って言ってもね、今のところ何も思いつかないので、創造神が直すまでに何か思いつけばやってみます。で、船を動かせたことって乗せてきた資材も使えるので、これで最初に発見したこの先にある要塞に攻め込みたいんだけど、自爆ドローンが厄介すぎて今のところ全敗なんだよねなのでまずはあいつをなんとかしたいということで、次回は自爆ドローン攻略やってみたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。